はい、皆様こんにちは。神戸町中散歩高山でございます。今回はね、前回の続きといたしまして、立ち食いそば屋さんの激戦区、この新海地の周辺でね、美味しいところを探していきたいと思います。目の前に見えてるのが新海地本通り商店街ですね。商店街の中に3軒ほど立ち食いそば屋さんがひしめき合っております。それではね、安くて美味しいお蕎麦屋さんを目指して向かっていきましょう。はい、それでは横断歩道を渡って新海地本通りに参ります。で、今の現在の位置なんですけど、新海地駅がね、この辺りになります。で、このね、赤いところが新海地本通り商店街ですね。で、その真ん中あたり、ここがね、立ち食いそば、今回参りますお店になります。でね、この、通りが新海地本通りなんですけども、この辺りね、昔はかなり栄えてましてね、芝居小屋であるとか映画館とかがね、かなり多くありまして、その関係でね、こういう蕎麦屋さんとか、飲食店がね、かなりこの辺りに集まっているということなんですね。はい。でね、この左側、こちらがね、昔は集落館跡という感じになりますね。今はゲームセンターとかパチンコ屋さんが入っておりますね。それでは、お蕎麦屋さんの方に向かって参りましょうか。はい。ここからね、ちょっとね、早足で参りますね。はい。さらにね、上へ進んでまいりまして、ラーメン屋さんとかいろんなものありますね。で、この左側、こちらがね、喜楽館と申しまして、寄席であるとか、漫才とかね、あと落語などをやっている場所ですね。はい。ではさらに、上の方に進んでいきたいと思います。はい。もう少し行きますとね、その場所に着きますんでね。で、この右側ね、キリストの教会になってますね。で、この左側、屋台の出てるところ、こちらがね、今回の立ち食いそば屋さん、ゆうちゃんというお店ですね。で、こちら朝の8時から夜の11時までやっているようですね。で、この左側の屋台でたこ焼きを買ってお店の中でも食べることできます。お店はこんな感じでシンプルな作りになっていますね。一番奥に、洗面器がありますから、中でね、手を洗うこともできますね。はい、たこ焼きなんですけど、6個入りで320円、8個入りだと420円、様々な味が選べて、中がね、とろっとしててとっても美味しいですね。はい。で、早速ね、中の方でお蕎麦を食べたいんですけども、表の看板だけでもね、これだけの種類あって、中にはさらにこれだけのね、多くの種類、トッピングがあります。夜には揚げ物もしているようですね。はい。それではね、お店の中に入りましょうか。で、中のね、カウンターの下にはね、荷物棚があって、テーブルの上に置かなくてもいいような感じですね。はい。今回ね、昆布そばと、あとね、カレー丼の小さいものをね、注文しました。こちらがね、カレー丼の小さいものなんですけれどもね、あと昆布そばですね。はい。で、昆布そばが、280円。こちらはとろろ昆布ですね。長く浸してると味が濃くなるのでね、ちょっと注意した方がいいですね。あとカレー丼はお茶碗より少し大きめのね、丼でこれだけの量入って240円。かなり安いですよね。でね、お蕎麦はね、だいたい2ミリぐらいの太さで、麺がね、柔らかくて、若干ね、麺が切れやすいんですけども、そのあたりはね、前回の麺屋とか宮古そばも同じでしたね。で、こちらのカレー丼なんですけども、カレーもしっかりしてまして、中にはね、玉ねぎが入ってまして、お肉はさすがにね、この値段だったら入ってないですね。はい、それではね、いただきますということで、箸はね、縦に割った方がね、横にぶつからなくていいですね。で、こちらのお蕎麦屋さんの出汁の方なんですけども、昆布だけではなくてですね、いろいろな魚の出汁がしっかり効いて、非常に美味しいお出汁でしたね。で、それだけではなくて、カレーもね、美味しくてね、最後までしっかり出汁も一滴も残さずいただきました。はい、ごちそうさまでしたということで、こちらのね、お店は食べ終わった器はそのまま置いておきます。これでね、別のメニューもいただきたかったんですけども、お腹いっぱいなんで別日にね、こちらのメニューをいただきました。こちらはね、きつねうどんに、エビ天をトッピングしました。あとおにぎり1つですね。で、値段の方がおにぎり1つ80円、きつねうどんが290円、エビ天トッピング1つ100円ですね。で、きつねのお揚げさんなんですけども、
8センチ ×18 センチくらいの割と大きなお揚げさん入ってました。でこちらね、甘すぎず辛すぎずちょうどいいねさっぱりしたお味でしたね。でエビは衣は薄いんですけど太さが1センチぐらいあってね、食べ応えはしっかりありましたね。はい。でね、うどんの方は太さが1センチぐらいで柔らかいんですけれども、コシもしっかりあるのでね、満足のいく食べ応えになってますね。でおにぎりの方はコンビニのおにぎりと大体同じぐらいの大きさで、ごま塩とゆかり味が選べます。どちらもね同じ80円ですね。はい。でね、今おにぎりをね、おにぎりもしっかりね中にお米詰まってるんでね、しっかり食べ応えありましたね。で奥にある天かす、関東では揚げ玉っていうんですかね、あちらもね無料でトッピングできますね。あと七味もそうですね。で今回のね、注文なんですけども、おにぎり大きなもの1つと、あときつねうどんと、あとエビ天ですね。これだけ頼んで500円いかないっていうのはね、すごいコストパフォーマンスですよね。普通のね、三宮とかの立ち食いそばだったらありえない値段ですよね。でこれにねたこ焼きなんか加えたら最高ですよね。はい、再びごちそうさまでしたということで、はい、で最後にお水で、口直しをして、お店を出ましょうかね。でね、先ほどと同じように器をねそのまま置いておくというね形式ですね。はい、ごちそうさまでした。でさらにですね、このお店は割と美味しいものが多かったんで、別日にね今度はかすうどんをいただきました。こちらかすうどんと、あとね、高菜と、明太子ご飯なんですけれども、はい、でかすうどんがね480円、あとね高菜明太ご飯が190円になってます。でかすうどんってねどんなものかというと、その牛ホルモンの小腸を油がなくなるまで素揚げした油かすになりますね。それちょっとね甘辛く煮たものになります。でこのね油かすがね非常に美味しいんですよね。でこの油かすからねいい油と風味が出てね、だしが非常に美味しいんですね。高菜ご飯なんですけども、お茶碗より少し大きめの丼で高菜と明太子が入ってまして、で高菜はねシャキシャキしていて、明太子はねピリッと辛さが効いて最高に美味しかったです。これで190円は本当に安いですよね。でね、こちらの油かすっていうかね、かすうどんと、高菜明太ご飯ね食べたいと思います。でね、このかすうどんなんですけども、普通のねお店とかであれば800円とかね、約ね1000円超えるようなところがね結構あるようなねものなんですね。だからこちらで、立ち食いなんですけどもね、500円以下でねかすうどんが食べられるっていうのは非常にありがたいですよね。でね、神戸とかあと、大阪ですかねとかこうかすうどんって結構あるんですけども、それ以外ではあまりね見ないと思うんですよね。それぐらい珍しいおうどんだと思います。これねかすなんですけどもね、小腸のねちょっとねコリッとした感じと、あとは若干残ったね油分がね口の中にね、こうしわーっとね染み出してきてね非常に美味しいですよね。はい、でもね少しでも残したくなくてね、このようにねあさりながら食べてます。でね、高菜とね、明太ご飯をね最後かき込んでね、はい、ごちそうさまでしたということで、スープもね油かすのうまみが出てるんでね最後までいただきました。はい、こちらのねお店なんですけどもね、企業努力がしっかりされててね、非常に安くて美味しくてボリュームのあるものがたっぷりありましたね。はい、今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。またね、この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、あとコメントなどねいただきましたらありがたいです。それではね、また次回お会いするまでさようなら。